緒にドラグ止まんねえんだけど。でかっ、35。これがでかいね。イーノの D35 っていう冷蔵庫です。何ここ測りがついてんや。ここにこれ何、魚測る用じゃない？45センチ、魚測る用のメモリがついてる。素晴らしいね。なるほどね。この中にコンプレッサーとか入っていると。定格電圧は 100V から 240V、 直流だと 12V か 24V で動かせる。幅 64.5 センチ、取っ手も入れて 64.5 センチ、奥行きは40センチ、高さが 44.5 センチ。私ら史上一番でかい。で35リットルだからでかいはずよ。これを魚でいっぱいにしようというわけですかい？あ、そうそう。ちょうど明日釣り行くし、でその前に多分冷凍もできるから氷作っていこうかな。海子チャンネルでレビューしたイーノの冷蔵庫の大きいバージョンだね。あれ何リットル？ 18？ あれ10。3倍、3.5 倍の大きさだ。横は取っ手がついてて、もうこれかなり持ちやすい。後ろ側は何これ付け替えられるのかな、もしかして。正面右側にスイッチとモニターがあると。こっちにもいかつい手すりがあります。ここは PV ソーラー入力できるのとコードの入力でしょ。でこれはなんとバッテリー駆動にもできます。上側はこのテーブル仕様だね。飲み物が置けます。魚のサイズが測れます。でこれ魚ぐらいしか測る用途見当たらないよ。多分そういうことだと思う。でこっち側はイーノのロゴがあって、蓋はこれ2センチぐらい奥にくぼんでるから、このラインよりちょっと高くなっても収まるようになってるんだな。ここに小物類を置けるようになってるのかな。ここは照明がつきそうですね。で付属品はケーブル類。今回バッテリーも2個提供いただきました。イーノの冷蔵庫専用バッテリー D シリーズだから、海子のやったら D のなんとか D10 ね、共有できるバッテリーが。あ、一緒。そう D シリーズだから、このなんか武骨な感じがいいよね。 D シリーズ、あとエブリィの色とも合う。でこのバッテリーは 15600mAh 170Wh、 こんなガチャガチャロックできるようになってる。タイプ C とタイプ A の USB ポートがついてると。だからスマホとか充電できるの。これ単体でも。これ自体の充電はどうすんの？冷蔵庫にはめて、冷蔵庫をこの AC につないだら充電が始まるの。そういうことね。冷蔵庫経由で充電すると。これはだから専用のケーブルとかがないから逆にスッキリしててシンプルでいいかもね。やっぱりこれはソーラーパネルから充電できるらしくて、仕様に合ったソーラーパネルを使うとソーラーパネルからバッテリーに充電ができると。これはじゃあもはやサブバッテリー付きの冷蔵庫っていうイメージだ。ソーラー充電もできるし、シガソケからも電源取れる。でこのバッテリーに蓄電して、それで冷蔵庫を動かせる。そうそう、タイプ C と USB があるから車内の照明とかもここから取れる可能性はある。蓋の開閉方向を変更できる。これをここに移設できると。電源は家庭用コンセント、シガソケ、あとはバッテリーね。ソーラーもかすごい4種類も電源が使える。釣りの準備も兼ねて夜のうちに氷を作っておきたいです。そのまま車に乗せて氷持ってって、魚が釣れたらこの中に入れて持って帰ると。それが今回のちょっと目標。まずは AC 電源につないで冷蔵庫を動かしつつバッテリーを充電できるのかな。こう下向きだね。電源が入って28度は今の冷蔵庫内の温度、 14.3V は入力してる電圧です。バッテリー保護レベルはロー、ミディアム、ハイがこの M ってやつかな。今ミディアムになってるのがバッテリー保護レベル H、M、L で、これでバッテリーの保護レベルを変えられると。もし車のシガソケから使ってる場合は車側の機能を保護する必要があるから、なるべくハイにした方がいいと思います。プラスとマイナスを同時に長押しすると、摂氏から下肢に
温度の表示が切り替わると。メモリ機能ってのがあって、前回設定した温度を記録することができます。これ先に言うべきだったけど、運転モードがマックスの急速運転とエコ運転2段階で調節できます。エコマックスで設定ができると。蓋があって、バッテリースペースがあります。これを入った。いいのの文字が見える向きに、まずこっちから充電するのか、多分順番に充電するんだ。バッテリーを挿すとバッテリーの残量がこの両側に出る。で左側のバッテリーの様子がここで見れます。こっちが今充電中ですっていう 720ml の瓶。これ入るの。ここには余裕。てか高さがあるね。ダイソーのこれなんていうの、ピッチャーみたいなやつ。ピッチャー。これもそのまま立てて入る。幅というより高さがある感じだね。最大の長さが46センチ、狭まってるところで29.5センチで、高さは34センチあるね。でここの狭い部分の高さは9センチぐらい。長い魚が釣れたら曲げて入れる感じに70センチぐらいの魚がこうビヨンって。ハートランド。あとまあこの720がそのまま入るから大体全部入るね、縦で。2リットルペットボトルも入るかな。あ、これ多分いけるわ。いけます。ちょうど同じ高さ。すごい。2リットルペットボトルが立って入れられるように作られてる。やっぱり開くとここがライトがつくようになってるんで、夜でも中が見やすくなっていると。ここに置いたやつが滑って落ちちゃうってことはちょっと考えられるんで、なんかここに仕切りとかあったらなおいいかなとは思う。ちょっと見てて気になったのがこれ何？排水口みたいのがあるんだ。結露とか中身こぼれちゃったりして中に水が溜まっちゃったらこの線を抜いて排水ができるっていう仕組みになってる。これ結構いいかもしんない。丸洗いする時とかこのままジャーって洗ってここに水を流すと。氷を作って持っていきたいんで、一回マイナス20度に設定します。この周辺の気温は 29.5 度。これを投入します。マイナス12度です。テーブルとしての性能も確認したい。2個置けるようになってるね。滑り止めの感じではない。乾杯。いいじゃん。これはもうまな板にもなるしテーブルにもなる。でかいから2人の食事でもいけるね。いけると。あと高さもちょうどいい。これそのまま外に持ってってこの椅子とセットでキャンプもできる。寝坊。こちらの方はと言いますと、マイナス20度になってるね。一晩明けました。釣りは諦めました。バッテリーはもう両方とも満タンになっている。釣りに備えてね、これとかも充電しといたんだけど、キンキンの氷が出来上がってます。素晴らしい。準備だけは完璧なのに。大雨になるっていうのは昨日の夜分かったから、結構遠征も検討したんよ。それをひたすら調べまくってたら一周回ってもういいやってなった。下のさ千葉はダメだ。この辺とで風がないのはこの上越あたりかな。上越行っちゃう。抜いてもバッテリーで動き続けるエブリちゃんに積んで旅立ちます。日本橋じゃんこれ。何だったのマジで。さっきの箱崎無限ループや。新潟行きたいんですけど、私北池袋方面を目指さないといけないんだよ。ここでさっき右行っちゃったんだよ。それが運の尽きです。何これ、どっち合ってる？料金は3790
ち側にマットがあって、ここにいいのさ、ポータブル電源と、お湯が沸かせるぐらいの鍋とガスコンロは持ってきてます。ポリタンクとサップ用のエンジン。で、サップは上に積んでます。この辺は釣り道具関係。このバケツは着替えとかが入ってます。セカンドシート取り外して、サブバッテリーを工事している途中なんですけど、バッテリーとか、ここに今置いてあります。このセカンドシート外したところに、このダイソーのボックスとか、クーラーボックスとか置いて、収納にしつつ段差をなくしてる感じです。今日はこの上にエアーマットを敷いて、こっち頭かな。で、もう寝ます。夜中の1時半なんで、軽く寝て明日3時半ぐらいに起き、念願の上越でサップ出港します。で、肝心のこのイーノーさんなんですけど、車のシガーソケットから電気を取ってました。フル充電されて満タンの状態です。3度に設定してあって、氷はちょっと溶けてるな。マイナス15度に設定して寝ます。牛乳は凍らずしてこれだけ凍った。やっぱ凍らせたくないものは上に置いといたらいいんだ。正解だった。庫内温度はマイナス14度だから、庫内でもこの冷蔵庫の中で上と下で温度差があるんだ。5度でいいや。これはもう組み立て済みの状態でできることが判明した。こんなにいけたいけた。不思議と全く眠くないんだよな、こういう時って。ついに上越サップフィッシング、ずっと気になってたんだよ。ここ、そこの堤防はもう超大人気堤防で、夜中から車がいっぱいだった。この時期の日本海は先に行っちゃうとキジハタが釣れるから釣りたいのと、キジハタとあとタイ、長い堤防が釣り施設なんだけど、そこの超過情報を見たらタイが大量に釣れてたから、タイだけに。潮目、ここの辺流れが複雑。どう流れてるかな。この流れとこの流れ、風が沖に向かって吹いてるから、沖に向かってこのまま流しながらしばらくやるか。そんな深くないな、10メートルないぐらいか。今日は風は9時ぐらいに逆転するかな。だからそんな心配する必要はない。
サゴシだったら多分表面海面見ればわかると思う。いないね、サゴシさん。今日の目標はいいの冷蔵庫を魚で満杯にすること。なんかここメーターシーラとか回ってきたりするんだよ、情報によると。そろそろそんな時期でもある気が。みんなボートカヤックの人はどんどん沖に行くな。結構堤防の際につけてる人いるな。なんか釣れてんな、隣のあそこのボートの人。魚が跳ねてんのも見えたんだよね、沖の方で。あそこでなんか跳ねてるよ。大掃除具行くか。なんか跳ねてたよ、前。お、来た。そこだ。そこで来たぞ。来た。これ本命じゃね？タイじゃね？あ、エソでした。エソか。あ、外れた。エソか。表層跳ねてたのは絶対エソじゃないんだよな。お、なんか来てた。お、強い。落ちパク？さっきのエソがまた食ってきた。またエソかよ。バイバイ。そうだ。てか沖に出るときにガソリン缶も持ってきた方が安心ってことが最近気づいて、あれ？ガス欠の心配をしなくてもいいかな。あの船やばくない？お、食った。これはなんだろう、サゴシちゃんかな。エソの可能性は全然ある。お、これサゴシっぽいな。おお、強い。マジか。ドラグ止まんねえんだけど。結構でかいよ、もしかして。やばい、巨大な船が近づいてんのに。すげえ引きだな。何？嘘でしょ。サゴシだった。あ、釣れがかりのサゴシか。でかいね、結構。サゴシゲット。いいサイズ。ちょっとどうしよう。すげえいいサイズ。何これ。一瞬長いから立ちようかと思ったら結構いいサイズのサゴシ来た。70ぐらいあるかもしれないもん。いいやり。めっちゃいい引きだったな。サゴシっぽい当たりが結構あるぜ。さっきの船クソでかい割にあんま波来なかった。お、来た。あー、乗らんな。中層かな。リーダーがかじられてる。いやー、切られたらめんどくさいな、これ。落ちパクしてた。落ちパク。あれこっち向かって泳いでるな。かわいいサゴシだ。1匹目がいかにでかかったかだよな。これはギリクーラーに入りきるかな。2匹目サゴシ別にいくら冷蔵庫にあっても困らないからな。うめえし。今サゴシボイルあったね。風収まってきたな。食ったな。今食っ
たね今。割と表層付近だった。あれやばい。糸切れたかも。切れたなこれ。なんかスナップ外れてた。これは痛恨のミスですね。やっぱ日本海はサゴシ多いな。もうこれで行くしかないか。トリプル1本で。サゴシはいくら釣れてもいいよ。優秀な食材だから。炙りが一番うまいかな。炙りムニエル。お、なんか急に多分当たったんじゃないの。食ってなかった。海藻だった。食ったなんだ。よっしゃ、釣れがかりかな。やばい。釣れがかりでした。お腹にかかってる。疲れた。腹がかりでした。どうしようかな。一旦戻ろっかな。3匹目。いけ、噛まれた。いってめっちゃ痛いこいつ。やっぱ1匹目が圧倒的にでかいな。サゴジャンプだ。こいつの口にシングルフックかかってるわ。倍足りないな。もっと倍の大きさが必要だな。クーラーボックス。クーラーボックス小さすぎっていう意見結構もらったんだけど、間違いないっす。一回戻ってもう一回沖来よう。魚の鮮度が心配だわ。これ海水使っちゃったから、マジで。うわっ、プラグ変えるか。プラグこの前変えたばっかじゃん。海上でプラグ変えるの初めてだよ。全然使えそうだけどな。よいしょ。洗浄プラグ交換は初めてだわ。これでつかなかったらもう手こぎで帰るしかない。つかない。やべえ、積んだ。こぐか。いや、多分停止スイッチのハンドルが海に使っちゃったのが良くなかったと思う。マジか。手こぎ期間か。遠いな。やばい、サゴシの鮮度が。これがあるから怖いな。海は復活した。やったー、よかった。よいしょ。おてっちゃんにもらったやつ測ってみよう。初めて。トゥントゥン。全然63センチだね。63センチか。もっとでかいかと思ったけど、これが出番じゃねえ。うわ、これめっちゃいい。最高じゃん。そして魚を入れたいんですけど、
達夫さんでしょうか。あ、そうです。ずっと見てて、ひょっとしてこのお友達から言っていただいたエブリ、かなと思って、面白かったらこれ差し入れで、ありがとうございます。新潟の飲むヨーグルトと、新潟の方ですか？新潟市の方なんで、もうちょっと上の方の瀬波とか岩船っていう地域があるんですけど、あそこの孫地が今爆鳥。爆鳥？ちょっと遠いですけどね。ちょっと遠い。新潟よりさらに向こう。てかもう100山形の手前です。山形。ソーラー充電中。この15度っていうのがよくわかんないけど、なんか結構冷えてるように見えるけど。ソーラーパネル設置して1時間ぐらい経って1メモリ増えてる。1度の設定で冷蔵庫を動かしつつバッテリーの充電もできてる。